もしもし。もしもし。状況がかなり変わって厳しくなりました。一応なんか、あとサブレとか買ってる。またな。じゃあ、また来るわ。はい。じゃあ、じゃあ、おはようございます。この日は2025年2月22日です。ちょうど弾丸帰省をしていた時のことです。この頃から10月にかけて実家の方で野暮用が大量にあり、帰省する回数が増えました。今日はその8ヶ月間の記録を振り返りながらお届けします。何が起きたかというと、母が亡くなりました。病名は胃がん、大腸がん、リンパ節への移転による腹膜筋腫肺がんです。僕自身36歳といい大人なので、親の血一つくらいで取り乱してはいられません。なので皆様も気の毒だなくらいの気持ちで見てもらえると幸いです。今回動画にした理由としては、親との思い出を残すがてら動画でも作っておくかというカジュアルな思いと、この半年心情がとてつもなく揺れ動いたので、素直な心の記録と、動画で視聴者の皆様から母が映っていないことへの心配の声が上がっていたので、事の経緯を説明するという3本立ての理由があります。ではご覧ください。帰省して母と会話をしています。この数日前に母から電話があり、がんが再発したと聞かされました。そのため急遽帰省したというわけです。この頃は再発して初期だったため、いつもとそう変わりはありませんでした。胃がんが腸レギュラーになって、もうそう見たらわかるみたいけどな。けど今日とってやな、明日の別口の胃と違う腸でしたわって言ったらまた話変わってくるやんか。リンパに乗ってないってことやな。お菓子を食べながらのんきに母の話を聞いています。ももやもややからな。もやもややし、この動脈か静脈かしらんけども、ちょっと太なっとったらしいわ。それは線が。そしたらリンパ、詰まってるんや。5月4日日曜日、次に帰省したのはゴールデンウィークです。この頃から帰省すると料理は基本父が作るようになっていました。母は4年半ほど前に胃がんを患い、胃を3分の2切除しました。ステージ1の胃がんの5年生存率は92から95% です。その後は病院で定期検診を受けていて、何事もなく順調に経過は進んでいました。しかし突如として昨年の秋頃から腫瘍マーカーの数値が爆増し始めました。そして検査を重ねていき、2月にがんが再発したというわけです。再発した場所は胃ではなく腸でした。腸のがんの検査や手術を2月から4月の間で徹底的に行いました。いろいろ検査を進める中で分かったことは、腸のがんは胃がんから転移したようです。さらにがんは首のリンパ節にも転移していました。リンパのがんは切除はできず、抗がん剤で抑え込むことしかできません。
この時点でもう完治することはなくなりました。ただ、この頃の母はもう検査に疲れ切っていたため、がん治療はせず、潔く死ぬ気満々でした。本人曰くもう十分生きたようです。しかし父が、なんとかもう少し生きてほしい、と懇願したおかげで、抗がん剤での治療を始めることになりました。そして4月24日に1回目の化学療法をしました。ゴールデンウィークは抗がん剤の副作用もあまりなく元気そうでした。ここから長い抗がん剤治療の幕開けです。6月11日水曜日。とはいえ、僕は生粋の社畜です。東京で仕事中心の暮らしをしながら、実家のことも気にかける暮らしが始まります。6月からは、母と父と連絡を取り合う日が増えました。7月22日火曜日、父から電話がありました。普段は母との LINE と電話がメインなので、父からの連絡は少なめです。そんな父が連絡してくるということは、良くない話です。母が緊急入院となったようです。これまでは自宅から病院に通って治療を受けていました。しかし、ここ数日は腹痛とお腹の張りがひどく、夜も寝れないほど辛かったようです。しばらく絶食で様子を見るようです。ほんで食べられへんから今入院しとる点滴24時間の点滴しとんねんけど、病院での検査の結果、大腸狭窄となっていました。がんがでかくなったことで腸を圧迫し、食べたものが腸を通らなくなってしまいました。さらに胃に2リットルもの胆汁が溜まっていて、鼻から管を通して吸い出しているという状況です。改善するためにバイパス手術を行うことになりました。心配ですが今は祈ることしかできません。それをしゃんと、まず最初はそのステンドグラスみたいなやつでそして2日後、父から電話が来ました。母がこれ以上大掛かりな外科手術はしたくないとのことで、バイパス手術は行いませんでした。これから先は食事はできず、点滴のみとなります。体力が持たないので、抗がん剤治療も継続できず、あとは時の流れを待つのみとなります。抗がん剤治療はここで終了です。思っていたよりもかなり早くに治療は終了しました。通常の病気であれば治療の先に完治が待っていますが、がんは完治を諦めることで治療終了となります。この頃になると終わりが来ることを嫌がおうにも受け入れないといけない時期に差し掛かりました。後日、簡易的な措置としてステントという腸を拡張する器具を入れて胆汁を通るようにしてもらいました。鼻からの管は取れて少し楽になったのと、お菓子くらいであれば食べられるようになりました。そうやけどな、暑いし水分取ってな、いろいろ聞いたってくれたらええわ。もうお母さんみたいなそんなすぐ取ってことないしな、もうそんな病院やからな、病院でおるから8月13日水曜日、ちょっと渡しときたい仕分けしててさ、病院持ってきてもて、お母さんの形見として持っといてもらうのにな、この頃から母は遺品を残そうと
いろいろ身辺整理をしていました。電話で何を残そうか相談を受けています。就活に向けてタスク処理をこなしていました。自分の好きなことに時間を使ってほしいですが、そんなことよりも周りに何か残すことを優先したように思います。母はいつ何時も強いです。お盆は仕事を休み帰省しました。実家に母がいない。そんな実家で過ごすのは人生で初めてです。帰省中は毎日父と病院で見舞いに行きました。ほんまや。母子手帳。絶食状態なので少し痩せた印象でしたが、顔色は良かったです。ただ末期がん患者ということに変わりはないので、痛み止めを投与しているらしく、痛み止めが切れるととても辛いようです。ありがとう。これ持って帰るやろ。やっぱこれしんどいね、お米粒食べたら。ほんでな、もう、いやこれ前、思いっきり食べたらしんどなってんさ。次の日は主治医からも直接状況を聞かせてくれるということだったので、話を聞きに行きました。がんが発覚してからの治療とその後の症状の変化、本人の意思によりこれ以上の手術は行わないということ。この数ヶ月間でいろんなことを経て、母も相当頑張って治療していました。周囲から治療頑張ってと言われるたびに、本人はもう死ぬ気で十分頑張っているので、もうこれ以上頑張れないという気持ちになっていたかと思います。回復の見込みのない人へ投げかける言葉選びは難しいです。さらに主治医から嫁についても説明を受けました。嫁はもって残り4ヶ月、2026年を迎えられるかどうかという感じでした。アニメのワンクール分です。次の日もお見舞いに行きました。明日から東京に戻るので、またしばらくの別れです。次は3週間後にお見舞いに行こうと思います。この日の帰宅後、父と襖を修理しました。実家は父一人が残って暮らすことになるので、少しでも快適な空間になるように修繕していきたいです。東京に戻ってまた仕事の日々です。この頃からやっと父が LINE を覚えたので、 LINE でのやり取りが増えました。日中に父から電話がありました。歯の容体がまた急変したとのことです。お医者さん曰く、余命は残り 1,2 ヶ月かもしれないということでした。当初余命が2年でしたが、それが半年となり、とうとう 1,2 ヶ月になりました。仕事でも制作スケジュールの変更は多々ありますが、そんなの比にならないレベルの前倒しです。いつその時が来ても不思議じゃないので、覚悟をしておくようにとのことです。覚悟が間に合いません。翌日に母から電話がありました。もしもし。ありがとなんかお父さんから一応昨日、状況はいろいろ聞いて、
大げさに言っとるかからんけ容どな。体が急変した割に、まだ元気そうで安心しました。この頃の夜は寝つきが悪かったです。なぜがんは母を選んだんだろうという、がんになったお手本とも言えるような考えが頭を巡りました。じゃあ、ゆっくり。ありがとうな。ありがとう。ありがとうな。はいははいい。。父はというと、毎日病院に通い、母の様子を見ています。極力母が元気そうな姿を写真を撮って送ってくれていました。ここ数ヶ月で父がスマホの使い方を覚えたのが唯一のいいことかもしれません。9月3日水曜日、状況がかなり変わって厳しくなりました。で、横断で取るから、緩和ケアで再度先生に見てもらった結果、さらに状況は悪化しているとのことです。全身に横断が出ていて、もう余命は1、2週間ほどらしいです。これ以上容体が悪化した場合は、痛み止めでは痛みを抑えられなくなるので、睡眠薬を投与して眠らせるようです。そうなると、話すこともできなくなります。お見舞いに行く一人を急遽早めます。まあ、なるほどな。仕事終わりに新幹線で西へと向かいます。また書店の方が見えられましたら、京都で一泊してから母のいる病院へと向かいます。それ以外やったら、その緊急というか非常口から出入り、到着しました。兄夫婦と僕の妻と妻の両親も来てくれました。みんなに囲まれながら談笑します。妻の両親と母はこれから親戚となる予定でしたが、会うのはこれが最初で最後となりました。なんとも複雑な気持ちです。ただ最後に思い出を作ることができてよかったと前向きに思うようにします。妻の母から指輪のビーズのアクセサリーをプレゼントしてもらいました。母は後日これを棺桶にも入れてほしいと言っていたくらい気に入っています。車で父の葬式の時に読む弔辞の添削をします。父は文章を書くという習慣が全くない人間のため、文章がとてつもなく読みづらいです。父に恥をかかさないように整えます。そして足早に東京へと戻ります。末期がん患者を目にして思うことでもないですが、思ったよりも元気そうでした。9月13日土曜日、その次の週もお見舞いに行きます。電車を乗り継いで向かいます。遠方のため大変ですが、会えるのは今だけなので、とにかく向かいます。母からリクエストがあったので、たくさん東京のお土産を買ってきました。でも食べられるのはほんの一かけらです。着いたわ。
一応なんか、あとサブレとか買ってる。これの1個2個くらい出して、あとお父さんに買って。歩いたりはできていますが、顔色はあまり良くなさそうです。まあでも今無理せず。で、こういうのも買ったけど、周り硬いクッキーや。父も到着しました。なんてことのない会話を続けます。袋のままのやつは袋はここ入れんねん。特別この話がしたいというわけでもなく、病院での暮らしについて聞いています。正直、いつも通り過ぎて、会話の内容はあまり記憶に残っていないです。ほんでどうすんねんってこれ。ただ違ったのは、母は終始目に涙を浮かべながら話していました。深くは突っ込みませんでしたが、誰よりも辛いのは母です。帰宅して父と晩ご飯を食べます。その木がないねや、そういう椎茸の木が。ああ、そもそもな。気がめいって食欲がなくなるかと思いましたが、実家の飯はうまいのでいくらでも食べられます。次の日も病院に行きました。病状的にも母とまともに会話できるのは今日が最後のような気がしたので、ちゃんと話を聞くことします。巻き木のやる。最後面となんやって。どこにでも泊まれるやん。泊まれんねんけど、泊まれんねんけどな。だから6人が5と8やったら変わってくるやろ。5が6になったらちょっと増えただけやけどな。そのこと言うだけでな、余裕もたちとかないで。話の内容は主に葬式の場所と段取りでした。式がスムーズにいくように事前にすり合わせをしておきます。母はこのまま穏やかに旅立つつもりなので、改めて話したいことも特別なさそうでした。また来るわ。はい。じゃあ、帰るわ。じゃあまた明日気ぃつけてくるわな。じゃあな。はい。バイバイ。バイバイ。ありがとう。じゃあ、はい。その後も母とは毎日 LINE をしていました。もうあかんかもしれないと言っています。当然ですが、体が限界が近いです。この日は午前に母と電話をしました。痛み止めの限界のため、睡眠薬と吐き気止めの投与が始まったようです。投与して1時間経過したらしく、もう頭もボケボケしていて、自分で何を言っているか分からず、2度3度同じことを繰り返して言っていました。声を聞いているだけで自然と涙が出てきました。だけど映画よりも数千倍心に来るものがあります。母に LINE をしましたが、既読はつかなくなりました。振り替え休日を取得して病院へお見舞いに行きます。電車でもきっちりと働きます。病院に着きました。もうほとんど寝ていると思うので顔だけ見てきます。眠いやろ。眠そうですがギリギリ起きていました。意識があるようで安心です。ただもう寝ぼけた状態になっていて、まともにコミュニケーションは取れなかったです。
カーテンどうする？じゃあな。バイバイ。バイバイ。6時間ほど滞在して、しっかりと見納めました。その足で東京へと戻ります。母のあの状態を見ると、覚悟は整いました。悲しみのピークは越えて、あとは穏やかに苦しまずに行ってもらうことを願うのみです。次の日は父と電話をしました。もう受け答えや立ち上がることもできず、こちらの呼びかけにただうなずくだけのようです。もってあと3日、早ければ今晩には、とのことでした。もうその時は近づいています。その後の1週間は、父と毎日 LINE や電話でやり取りしながら過ごしました。母の最新状況の写真がメルマガのように毎日届きます。父の送ってくる写真は基本安らかに眠っていて、変わり映えしない写真ばかりでした。でもなぜかどの写真も新鮮で力強さを感じました。母が亡くなりました。深夜3時に父から電話が来ました。この時の素直な気持ちは、ようやく楽になってくれたと思いました。安心して二度寝しようと思いましたが、心臓がバクバクして眠れなかったです。その翌日は式関係を一気に進めます。新幹線に乗って急遽帰省します。最寄り駅で兄に拾ってもらってお通夜の式場へと着きました。父と兄が昨日から段取りを済ませていたので、ほぼ準備は整っていました。次男は楽です。去年61歳。祖父や祖母の葬式の時は、十分生きてよかった。祖父祖母の人生に悔いなし。と、孫ながら勝手に思っていたので、全く寂しさはなく、すがすがしい気持ちでした。ただ、61歳で旅立たれると、そういう気持ちにはなれません。ごめんね、お父さんとか歌って思ってくれたのごめんなさい。まあね、いいのよ。いいのよ。ねお通夜には我が家だけではなく、村の人たちも何人か参列していました。みんな悲しみに暮れていました。その翌日は葬式です。湿っぽい空気になるかと思いましたが、姪っ子、甥っ子がいるおかげで式場は和やかでした。子供は無垢で、いるだけでみんなが笑顔になります。子供からは負の要素を感じないので見習いたいものです。
この日は粛々と息子としての職務を果たして乗り越えました。そして実家に戻って自宅に仏壇などをセットします。いい仕上がりです。がこっちブワーってこういう感じで来んねん。その後も数日は実家に残り、父ともろもろ用事を済ませていました。母のスマホを解約に行ったり、お墓をきれいにしたり、そこはただ水溜めとく用の。あとは村の寺でお経を読んでもらいました。19日何時からでしょう？何時からしましょう？10時半か10時かと。村のしきたりらしく、父に聞いてもよくわからなかったです。そういうもんだと思って粛々と対応します。ちょっと待って。おお。そうや、僕いつもな、右のとこ。用事も済ませたので、実家の片付けをしておきます。ここ半年、バタバタで家は散らかっていました。部屋の片隅には、母の最近買っていた荷物が置いてありました。癌となり、余命に3年と宣告されてから、母はいろんなものを買い揃えていたようです。入院用のスリッパや手袋、運動不足を解消させるためにウォーキングシューズを新調したりしていました。カツラもありました。抗がん剤での治療で毛が抜けるのを見越して買っていたようです。ただ、長期にわたる治療にはならなかったので、毛も抜けず、カツラは不要でした。死をすんなりと受け入れたように見えましたが、治療を頑張って生きる気満々でした。10月25日土曜日という出来事はこの8ヶ月間ほどで起きていました。あとは残された者たちだけで前を向いて生きていきます。母からの遺言で家族を死ぬ気で守れと言われているので、
死ぬ気で働いて守ろうと思います。ご視聴ありがとうございました。